スピリットメイトチャンネル、はい、今回のテーマは人生激変のキーパーソン、本田健というテーマでお送りします。はい、で私たちの周りにですね、知らない人っていうのはほぼいないと思うんですけども、私実はタロコさんと知り合う前はね、ケンさんのこと知らなかったんですよ。まさかの本田健も知らなかった。そうやばいですね。今でも本なんかビジネス系の方の人で本読む人は結構知ってるかもしれないけど、そうですね。まあ私はねもう何回も公務員でしたので、あんまりこのねビジネスとかいう観点がなかったのかもしれないですよね。でもねやっぱりね徐々にね凄さっていうのが分かってくるんですよね。で2010私は18年タックさんの紹介というか連れて行っていただいたセミナーとかが検査になったのでね、なったんですけども、タックさんもやっぱきっかけっていうのがあったと思うんですね、昔ね。すぐるさんが2018年だと、それから遡ることのそこから10年以上前かな。すごい古いな。古いとか東京に住んでた時なのに2007年、8年、9年とかそこら辺の頃から。きっかけは友達が講演会行こうみたいな、チケット持ってるから誰か行かないみたいな、あれですか、誘ってくれたの。じゃあその時からもうケンさんでブレイクしてたの？ブレイクっていうか、名前ぐらいは知ってたので、その講演会じゃあ行くみたいな 3枚チケット持ってて友達が、でくれるっていうからじゃあ一緒に行こうみたいな感じで、でもそれは平日の夜だったのよ。平日みんな働いてるじゃない、平日の仕事終わった時間みたいな時間スタートだったのに、行ってみたの講演会に、だからもう1600人とか1700人がドワーっていてすごいね。いやもうびっくり、平日の夜にこんなに人を集められる人がいるんだっていうのが一番初め、それが初めて本田健さんだった時で、そんな会場だからさ、もう豆粒みたいに見えない、大きい会場で1600人1700人だからちっちゃく本田健さんが見えて、ああそうすごいねって思ったのが初めて。すごいな。でその時に小冊子を配ってたのよ。小冊子、幸せな小金持ちの、でその小冊子をもらって帰って、で読んで、うわすごいわいい話みたいな感じで、そっからですよね。そっか、すごいね。すごくない？でもすごいと思ったのよ。でその後その小冊子無料のやつから入ってったけども、セミナーとか結構東京でやってらして、1日セミナーみたいの、それでパーソナルブランディングって言って、自分をブランド化させていこうみたいな、そういう1日セミナーがあって、自分で起業していこうと思ってやってたとこだから、パーソナルブランディングの1日セミナーに行ったのよ。結構いい値段するのよ。数万円、10万はいかないけど、でも結構な金額のセミナーで、1日セミナーで、そこに行ったら400人も来てたのよ。多いな。400人多いな。1600人に比べたら400人だから4分の1だけど、そうだけどね。で1日セミナーだけど、400人って結構会場入るよね、人ね。入るですよね。だからこれだけが中くらいに見えたわけよ。でそのパーソナルブランディングってやつだったので、この会場に来た人の中で希望者で、後で抽選になりますけど、本田健さんが個人面談みたいな感じで個人的な話を聞いてくれて、プロフィールが大事だと、プロフィールを書いてくれるっていうのがあって、でもそれに申し込むのよ。その後でもそんなのみんな書いてもらいたくない、400人。400人ね。でも400人できないから数人2、3人選ばれるみたいな感じで、その時にその時当時はまだメールとかじゃなくてファックスだったのよ。紙をもらってきて、紙にこうやってプロフィールやってほしい、簡単なプロフィールみたいなの書いて、それをファックスするっていう時代だったの。でファックスしてる瞬間に絶対これ通ったなと思ったのよ。その自信は何？根拠ないけど、絶対私が400人の中で私が絶対選ばれるっていう変な自信が湧いたの。ファックスを送った時に、これはね、高子さんのこれが得意な得意技ね。知らないけど、根拠はないけど、行ったなみたいな、もうこれ送ったってことはもう行ったなと思ったんで、もう本当案の定連絡来て、で本当にプロフィール書いてもらえたってことがあった。すごいな。そこでよりこんな米粒だった本田健さんともうこの距離みたいに、しかも90分ぐらい話聞いてもらってプロフィール書いてもらうっていうのがなってくって。
でなんで今正直言って、ケンさんは貴子さんのことを知ってるっていうのか意識としてはあるじゃないですか、なんでそうなったのかね。なんででしょうかね、でもそのプロフィール書いてもらった時も、なんかまだ届いてないんですけどって催促をしてしまったりとかそれも信じられないって周りの作家の友達とかにこんなケンさんにそういう催促するとか信じられないって言われて今度それ出てきて書いてもらったプロフィールに対していやこれちょっと違うとかちょっとここちょっと違うかな、なんかピンとこないんですけどって返事したらごめんねとか書き直しますねっつって、書き直してくれたんですよプロフィール。これね皆さんねこれを毎日私は貴子さんがやられてますからね、でも私誰に対しても、でそう思ったことはなんていうのまあ正直で言ってしまうっていう癖があるので、本田健さんにはちょっと大作家の人にちょっと違うって書き直し気を使わないということだよな。周りのまた作家の友達とか編集の友達とか本田健さんに書き直しさせるなんて信じられないみたいに言われたけど、確かに信じられない。もう言っちゃったし言っちゃったんだけど、でも、それで本田健さんにとっては忘れられない人になったと思うよ。なるほど、ね、あんまそういうことないと思うからね。でもそんな感じでその後東京に住んでたのに、たまにセミナーみたいに行くみたいな感じだったんですけど、そのプロフィール書いてもらった次の年ですね、311が起こるんですよ、2011年、でその時に私もいろいろ考えて、なんかもう東京じゃない方がいいかなと思って九州に引っ越すことを決断して、決断したことをやっぱり本田健さんにもちょこっと言うんですよね。でその時に「九州いいじゃない、高ちゃん九州いいと思うよ」っていうふうに言ってもらって、私もそう思ってたけど、よりなんていうのこう、なんていうのOK みたいな感じで自信持って九州に引っ越していったっていうのが、そこが人生の転機ですよね、引っ越して。それもやっぱキーパーソンになってた。キーパーソンだから、そこがキーパーソンだと本当にあの時行った方がいいって言ってもらえてよかったなと思って、それはやっぱりねすごいな。タックさんとねこれ知り合ってですよ、ケンさんの名前って本当一番出てきた人物なんですね、私聞いててね。でやっぱり今までなんていうかな、いろいろシングルマザーであった時期とかいろいろあって、いろいろ成功してきたこの経過ってあって、やっぱりねケンさんっていう名前がね、本当小冊子から本当小冊子みんな読んだ方がいいと思うぐらい、あれで幸せな小金持ちっていう概念がインストールされて、本当そのままにやってきて今こうやって幸せになったのでね。女の子もそんな感じで、スグルさんは？私もこれケンさんが一番のキーパーソンなんですけど、もう忘れもしない2018年なんですね。で私は2015年に、転職というか前の職場を辞めて貴子さんと一緒に仕事をしだすわけなんですけども、そこの悩んでた時期っていうのがあったんですよ。2015年から18年の間ね。それ悩むよね、初めね、誰だって。それでも随分ねタックさんからこう助けていただいて、今があると、もうこれも間違いなくそうなんですけど、でね実は2018年にタックさんの情報から、ケンさんとバシャールが対談をするというね話で、そうだ、そんなことがありましたね。それでねタックさんのいろいろなアドバイスがあり、そこでね連れてってもらうと行くことになるんですよ。そう、まさかのロサンゼルスで、そうバシャールっていうかダリランカさんがね、ロサンゼルスなのでね、例まで来ました。でもね、あれみたいにケンさんもキーパーソンなんだけど、貴子さんもめっちゃキーパーソンなんよね、そういう意味ではね。そこは置いといてですね、で来ましたと。でね、何十万円も払ってるわけですよね。結構飛行機代だってまあまあするもんえれね。そうそう。東京行くのと違うからね。ぶっちゃけ私は少ししか払ってないですよね。でそれで会場に行きましたと。100人ぐらい来てるわけよ、会場にね。で異様な雰囲気があって、でね、もう本当にこれすごいなという意識の中にあったんですけども、実際2人の話が始まったら、めっちゃ眠たくなっちゃったんですよ。バシャールがその場にゴーンと降りてきてくると、もう空気ガッって変わって、その時にこんなになってたね、こう。もう本当このために今日ここ来たよねって感じだったのにね。ちょっとやって。なのにこう寝ちゃっても、もう私今までこの人生でこんなに人に肘鉄したことないぐらい、連打の肘鉄してるのに起きないっていうか、どこ行ってたのあれ、気持ちは。あれね、聞こえてるんですけどね、かすかに。でもね、なんかね、それ変性式って言うんでしょ、あれ。なんかね、真っ白なのよ。
だから完璧に寝てるわけじゃなくて聞こえてるんで、聞こえてるんですよ、聞こえてるけど、なんか催眠術かかってるみたいに、ふわふわしてたってこと。ああ、これやっぱね、どっかの潜在意識の中でこんだけお金払ってるのにこれはっていうのも、私なんか潜在意識も経済意識もこうやって思ってるのにも全力でもうあざになるんかぐらいな感じで、私の肘が痛いわって感じでね、起こしてあげてるのに。でそれで、まあその場っていうのが終わるんですけどね。でね、これ終わって目が覚めた、ここがまたキーパーソンなのよ、私にとって。本田健さんが健さんのその会場に行かせてもらって、平成意識じゃなく、まあそうです、なんでしょう、それで意識が朦朧としてましたよと。で帰ってくるじゃん、帰ってくるというか、終わって帰国するじゃないですか、そうしたらですよ、なんか自分がスタンダードに戻ってんのよ。意味わかる？スタンダードいろいろごちゃごちゃその当時考えてうまくいかんなあいうことでいっぱいいっぱいだったんですよ。悩みもいっぱいいっぱいで、なんかもうあったんですよ。どちらかってたのね、心の中も。でもここ正直言いますけど、貴子さんって結構一部有名なんですね。いろいろ有名なとこあって、私とか公務員辞めて全然知らんやん、無名だ、そういうプライドとかもそうじゃあって悩んでたんですよ。悩んでたね。それがストーンとロサンゼルス行かせていただいて、なんかもう本当に白紙戻った。なんか吹っ切れたみたいな感じで、吹っ切れてノーマルとかニュートラルな自分に戻れたのね。でそっからなんですよ、自分が本当に生きやすい生き方ができるようになったのが。これやっぱりね、みんな寝なきゃいけないですよみたいな、ことになっちゃったんですけど、でね、貴子さんに後で聞いてみると、その会場って私だけなんてたくさんの人が結構な人がもうなんかもうふわふらふらになってた。そんな全部私みたいに肘打ちして回ればよかったんちゃうか。あの時のもう本田健さんの困ったら助けてって顔が、表情が忘れられない。やばい、みんな寝てるぞみたいな、寝てるわけ、寝たいわけじゃないけど、こううつだに持ってかれちゃった人が多かったってことだね。だからあれね、私にとっては一番のキーパーソンだったんですね、会場。ケンさんと、ダリル・アンカーさんが話してるのが、あそこで私は変わったと思います。それがね、このケンさんのね、本になってるんですけど、この本ですね。本当にやりたかったことを今すぐ始めよう。はい。ね、これ本当に私の人生を本当に激変させた本というか、その会場のこの収録された本です。ということでね、本当やっぱりすごいよね、ケンさんって。そういった意味では貴子さんの人生を激変させ、私の人生を激変させ、そしてケンさんは多分こう考えてると思うんですよ。世の中のためにね、いろいろ皆さんのためにこうエネルギーを増してほしいと思ってると思うんですよ。エネルギーを増してほしい。自分だけがそれでよかったねっていうのは基本にあったとしても、それをたくさんの人に伝えてほしいと思ってると思うんですよね、ケンさんはね。そこが大事だと思うんですよ。本田健さんの本ってね、いっぱい出てるから、それぞれ響く本はいろいろあると思うけど、私結構未来は選べるって本が大好きだったね。すごいね。やっぱ本当に未来は選べるんだなって思うと、未来は選べるってなんでいいと思ったか、それこそバシャールの話なんですよ、未来を選べるっていうのは。ね、だから本田健さんって実業家だし、お金のこととかやってるし、でユダヤ人の大富豪とか、まあユダヤ人の話だけど、バシャールって宇宙人の話だから、宇宙人の話を本田健さんが本に書いて大丈夫なのかなと思う一冊目だったんだけど、あれはなんかでも私は良かったよね。良かったです。そうですね。ここはねちょっとしっかり言っとかなきゃいけないんですけども、私もね、ケンさんのセミナー行って何回も行ってるんですよ。で、人間のさ、脳って面白いもので、やっぱその時は、ああ、そうか、よかったね、よし、じゃあ頑張ろうってなるんですけども、やっぱり戻っちゃう人がほとんどなんですよね。なので、そこはもう一回やっぱりこう、ケンさんと触れ合って、セミナー行ったりして、私も今があると思ってるんですよね。だから一回でそうなるっていうことはなかなか難しいよね。そう思います。でも本当時代は本とセミナーしかなかったけど、今なんか本田健さんの YouTube もあったりとかね、エッセンスね、触れ合えるとこ結構増えて、今の人ラッキーんじゃないかなと思いますね。これちょっとあれ言おうかな。実際に目の当たりしたこと言いますけども、とあるフェスで、いろいろ質問、その時はダリル・アンカーさん出てたんですよ、そのフェスに。でその時に、何人か質問
受け付けていて、その一人が、なんとそのロサンゼルスのバシャール対本田健バーサスバシャールに来てた人みたいなんですよ。100人の中の一人が、ダリランカさんにその後何年も経った後ね、質問してたって話ね。で、質問の内容が、やっぱりそこに行きましたと。でも変わんないんですっていう方、そういう質問だったんです。変わるにはどうしたらいいですかっていう質問だったんですけども、じゃあなんで私みたいに変わる人と変わらない人がいるのかと考えた場合に、やっぱり今さっき言ったように、やっぱ戻っちゃったんだよね。多分その時はわーって意識をしてよかったのかもしれませんけど、なのでやっぱりそういう方はまたね、意識するためにそういう場所に行くだとか、ケンさんも行くだとかするとまたいいんじゃないかなと思うんですよね。そう思います。なのでやっぱり皆さんね、1回で変わればいいんですけど、難しいかな、それはね。でもやっぱりその食療法じゃないけど、なんかわざわざロサンゼルスまで行ったっていうのも良かったのかもしれないし、まさかのやっぱね、バシャールって結構もう。やっぱ独特ですからね。その当時、私今でさえね、このスピリチュアルというのを理解しましたけど、まだしてない時期だもん。どっちかといえば信じがたいという方でした。なのにその時期にそのロスには行きたいなって、初めて言いましたよね、高尾さんに。行きたいっていう。だから全然そのバシャールとか全然気にね、どうでもいいと思ってない。なんで行きたいのか分かんないけど。まあ行ってみて。よくでも連れて行ってくれたというか、タコさん同意してくれたよな。それもまた不思議な。食療法がいいんじゃないかなと思ってもう人間が何言ってもダメだから宇宙人に行ってもらった方が早いわと思って。ここにいるやん。思ったんで。宇宙人いるわ、ここに。いや、餌さんに背当たりぐらいがちょうどいいんじゃないの、すぐるさんには。そうですか。ということでね、本当いろいろなね経験というのは本当大事だなと思いました。ということでね、本当いつもありがとうございます。では次はね、また違ったね、テーマでいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。